こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は一つ私の大切な思い出をご紹介します。わびチャンネルのわび。この名前の由来でもある本があります。わび。盆栽の総合の情報誌ですが、これを作ったのが2011年。今から24年前です。いろいろな思いを込めて、いろいろな出来事があって作ったこの本。そこから得た十何年が、このわびという雑誌に閉じ込められています。今日はその創刊されたわびのお話をさせていただきたいと思います。お楽しみください。情報誌わび。これを創刊したのが今から24年前。ちょうど私が長い長い修行から番頭時代を経ての勤めから上がって独立をして万感の思いを込めて銀座の店を作って3年目の頃でした。3年を経て一生懸命毎日やっていながらもなかなか思うように商売はいきません。経営が立ち行かなくなるのにわずか3年でした。その時にこんな言葉をお越しになる方からいただきました。ちょうど東北の方から銀座へお越しの方でした。銀座というから自分たちがいつも買っているよりも何倍も高いのかと思ったら値段が同じなんでびっくりしたよと。一生懸命日本一の情報発信の場所で店を開いてやっていても私が伝えられるのはごくわずかに銀座へ来る人です。どうしたら私の考え、思い、それを世の中みんなに伝えればいいんだろう。まだ当時はインターネットや今皆さんがお持ちのような情報発信、情報受信ができる時代ではありません。思いついたのは、そうだ、空中にもう一つ銀座の店を作ればいいんだ。どんなに遠くにいても私の考えや私の持っているものをきちんと見てもらえるものを作ってみたい。これがわびの始まりと言えます。わずか数人のスタッフの中には編集者を経た人間がいました。一回だけでもいいから作ってみたい。世の中にそれを配ってみたいと。その思いで起こすときに編集者は言いました。社長、予算もないから簡単な折り込みの雑誌を作ろう。私は銀座に店を作った時の思いの通りに、いや、借金をしてでもちゃんとした本を作る。印刷もちゃんとした美術用の紙を使おう。そうじゃなければ一回きりで終わった時に悔いが残る。その時に生まれたのがこの創刊号のわびです。ご覧ください。これが最終号としてはわびの18号の厚さです。比べても一目瞭然、初めてのわびがどれだけささやかで拙いものだったかと思います。でもこの創刊号に込められたいろいろな出来事、これが今のわびチャンネル、そして銀座内九庵、羽生内九亭へまるで物語のように続いているんです。創刊号のわび、薄くても私にとってかけがえのないこのわび、この金色の字を書いてくれたのは、この創刊号の特集を彩ってくれた大徳寺宝州院のご住職です。長くお付き合いになったご住職がいとも簡単にいいよと言って
書いてくださいました。わびさびのわび、和の美のわび、そのような単語を造語として作ったわびです。どうにかして売りたい。どうにかして盆栽や水石の本当の素晴らしさをちゃんと文で伝えたい。そのようなことを願って作ったわけです。力のない私、多くの人が支えてくれて一つの本にまとめました。皆さんどこだかわかりますでしょうか？本来は撮影はしていけない場所です。宝珠院の本堂のご本尊がある正面に盆栽を置いてそのまま撮らせていただきました。ありえないことです。もう一つのエピソードがあります。この立派な心拍を置いてカメラマンである今のうちの専務がカメラをその距離に合わせると、もう無理ですと。これ以上引けません。庭に降りるしかありません。そこは宝珠院の北条庭園、枯山水の錆び砂利がきれいに清められて美しい専門を作っている場所です。困ったなっていう時に和尚が見えて、どうした？いや、カメラが引けないので構成を直そうかと思います。降りればいいじゃないか。いや、敷砂利が直せばいいんだと言って三脚を下ろさせてくれました。撮影が進んで他に移ろうという時に見ると、和尚は何も言わずに一人で一箇所の三脚の跡のために全ての錆び砂利を引き直していました。頭の下がる思いでした。もう一つ、この表紙に使った心拍、名木を選んで載せましたが、販売を目的とする詫びでもある中で、その1枚目のオークションを飾るところにこの木は出ています。皆さんご存知でしょうか？今年の2月、第99回国風盆栽展で栄えある国風賞を取った木がこの懐かしい木です。不思議なものです。表紙の盆栽は今年の国風展の国風賞、そしてこの詫びの題字を書いてくれて1回目の特集に協力をしていただいた大徳寺宝珠院、四半世紀経つ中、私は今その大徳寺の宝珠院に来られて、名刹の中に500坪の盆栽庭園を預かるに至りました。これを作った時には銀座の店がもう持たないなって思いながら、乾坤一滴で作った本が今に続いて、そしてその流れが大徳寺の盆栽展を作るに至ったのです。人の出会いと時の流れというのは不思議なものだと思いました。詫びの中はもちろん私が思いを込めたこんな特集、こんなことを伝えたいというものをたくさん皆さんにご提案しました。そして半分は銀座森前のショップの役割を果たすように商品のご案内提供もしていました。創刊号で出したように国風賞を得た心拍もあれば、小当たり雨霊から小川雄山、幻の栄翔の白鳥、いろいろなものをご紹介しながら多くの方々の声を待ちました。創刊号が出た時にそこからポツッポツッとオーダーの連絡をいただきました。とても嬉しかったです。それがたとえ30万円の欅でも、思えば対馬の方まで自分で車で2日間かけて走った思い出があります。もちろんそれをやれば経費を考えれば赤字になります。
相変わらず経営能力はない私ですが、人に会いたかったです。こうして起こした詫びで、本で出会った方々が、その品物を求めてくださる。その方へ自分で届けてみよう。その時に人と会って何かが生まれるかもしれない。そんなことをこの創刊号は私に試させてくれました。ああ、こういうことを私はやればいいのかもしれないという一つの私の歩く道を詫びの創刊号が教えてくれたと思います。18号に至る頃には徳川将軍の木から日本を代表する様々な名木を各作家たちの協力を得てご紹介するに至りました。水石協会や業界の役、この羽生内九亭の当時2000坪の庭園、いろいろなものが増えて、現実的に私にとって全てを一人で書き上げて本を起こすことが無理な時が来ました。詫びの雑誌は18号をもって完了とすることになったのです。十分に役目を果たして詫びは閉じましたが、多くの方々にいつまた詫びが出ます？いつ書くんですかと何年も言われ続けました。内九亭の経営が落ち着いて、なんとかやっていけるようになるのに長い時間がかかりましたが、その頃にスタッフから、私の持っている知識をできれば生の声で映像で伝えましょう。この考え方が今皆さんとこうして楽しんでいる詫びチャンネルというものにつながったんです。潰れかかった一つの店が最後に作ろうと思ったこの雑誌。ここから生まれた仕事、人、そして時間。それが大きな本となり、最後はそれが今のこの詫びチャンネルとなり、羽生内九亭エスクール全体を作り上げたんです。詫びの中身についても、まだまだたくさんのことを皆さんにお伝えする時間をもう一度作りたいと思います。また今はこの形がネットショップという形で私たちは多くの品物を皆様に提供しています。それによって海外の方が私の店や商品をよく存じ上げてくれるようになりました。自分の持っている情報を一つでも提供したいと思います。詫びチャンネル、いろいろな思いを込めて頑張っていきますので、皆さんもぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。